春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。セルシェーダーの続きです。今回は、アウトラインを表示するマテリアルを作成します。アウトラインつけてみた。セルシェーダー。実際に作ってみましょう。1、アウトラインマテリアル表現式の追加。M セルシェーダーを開きます。一旦、エミッシブカラーから切り離します。カメラの方向ベクトルと放線頂点ベクトルの内積を求めます。カメラベクター WS ノードを配置します。カメラベクター WS ノードは、描画するピクセルからカメラ方向のベクトルを取得するノードです。カメラベクター WS ノードより、ドットプロダクトノードを配置します。バーテックスノーマル WS ノードを配置します。バーテックスノーマル WS ノードは、R ド空間における各頂点の放線ベクトル、頂点がどの方向を向いているかを取得するためのノードです。バーテックスノーマル WS ノードをドットプロダクトノードの B ピンにつなぎます。コサインなので、マイナス 1.0 から 1.0 が出力されます。これを 0.0 から 1.0 に制限します。ドットプロダクトノードより、クランプノードを配置します。スカラーパラメータノードを配置します。名前をアウトラインバリューにします。デフォルトバリューを 0.2 にします。0.2 以下はアウトラインになるようにします。if ノードを配置します。if ノードは、条件に応じて異なる出力を生成するノードです。A ピンにクランプノードをつなぎます。B ピンにアウトラインバリューをつなぎます。A 大なり B の時は、0.2 より大きい時は、そのまま表示します。コンスタントノードを配置します。バリューを 1.0 にします。A 大なり B につなぎます。ベクターパラメータノードを配置します。名前をアウトラインカラーにします。デフォルトカラーは黒色にします。アウトラインの色の強度を指定できるようにします。スカラーパラメータノードを配置します。名前をアウトラインインテンシティにします。デフォルトバリューを 1.0 にします。マルチプライノードを配置します。A ピンにアウトラインカラーをつなぎます。B ピンにアウトラインインテンシティをつなぎます。0.2 以下はアウトラインなので、A=B につなぎます。A 小なり B につなぎます。その他の処理と合流します。マルチプライノードを配置します。B ピンに if ノードをつなぎます。ユーズアウトラインスイッチ。アウトラインを使用するかどうかのオンオフスイッチを作成します。スタティックスイッチパラメータノードを配置します。スタティックスイッチパラメータノードは、条件に基づいた切り替えをするためのノードです。2つの入力値を受け取り、パラメータの値が true の時、最初の入力値を出力します。false の場合は2番目の入力値を出力します。名前をユーズアウトラインにします。デフォルトバリューは false にします。エミッシブカラーにつなぎます。true の場合は、アウトラインを使用するので、アウトラインのマルチプライノードにつなぎます。3、ノットシェーディングスイッチ。影を表示しない処理も作成します。シェーディングを使用するかどうかのオンオフスイッチを作成します。スタティックスイッチパラメータノードを配置します。名前をユーズシェーディングにします。デフォルトバリューを true にします。ベーステクスチャをコピーして貼り付けます。ベーステクスチャの強度を指定できるようにします。スカラーパラメータノードを配置します。名前をベースインテンシティにします。デフォルトバリューを 1.0 にします。マルチプライノードを配置します。A ピンにベーステクスチャをつなぎます。B ピンにベースインテンシティをつなぎます。ユーズシェーディングのフォールズにつなぎます。true にユーズスポットライトスイッチをつなぎます。ユーズアウトラインスイッチのフォールズにつなぎます。アウトラインのマルチプライノードの A ピンにつなぎます。保存して閉じます。キャラクターにセットしているマテリアルインスタンス M セルシェーダーインスト01を開きます。ユーズアウトラインを有効にします。パラメータを true にします。アウトラインインテンシティとアウトラインバリュー、そしてアウトラインカラーが表示されます。アウトラインカラーを有効にして赤色にします。アウトラインバリューを有効にして 0.3 にします。アウトラインインテンシティを有効にして 10.0 にします。保存して閉じます。起動してみましょう。赤いアウトラインが輝いてますね。
にセットしているマテリアルインスタンス M セルシェーダーインスト02を開きます。ユーズシェーディングを有効にして、フォールズにします。ベースインテンシティが表示されます。ベースインテンシティを有効にして、2.0 にします。保存して閉じます。起動してみましょう。影が表示しなくなりましたね。設定ファイル。アウトライン演出を取り入れると、キャラクターやオブジェクトの輪郭が強調され、よりスタイリッシュでアニメ調のビジュアルが実現できますね。マテリアルを使ってアウトラインを実装するメリットは、描画コストの最適化。マテリアルベースのアートラインは、ポストプロセスによる手法よりも軽量で、特に特定のメッシュに限定したアウトライン効果を適用する場合にパフォーマンスが向上します。高度なカスタマイズが可能。マテリアルエディタを使えば、アウトラインの色、幅、透明度を簡単に調整でき、特定の美的要件に応じた柔軟なデザインが可能です。特定オブジェクトへの限定効果。ポストプロセスアウトラインはシーン全体に適用されることが多いですが、マテリアルを使えば特定のオブジェクトのみに適用できるので、意図的なビジュアル表現が可能です。セルシェーディングとの相性が良い。マテリアルでアウトラインを設定することで、セルシェーディングのスタイルを一層際立たせ、アニメ風や手書き風の世界観を作りやすくなります。動的アウトライン表現の可能性。マテリアルに動的なパラメータを追加することで、アウトラインのアニメーションや変化を実現できます。例えば、アビリティ使用時の強調表現などに活用できます。レンダリングの制御性。カメラの距離に応じたアウトラインの太さや表示、非表示の切り替えを簡単に制御できるため、ユーザー体験を向上させられます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。